タウンエースベースキャンピングカーレジストロアウルを紹介します。実はですね、このキャンピングカー本当に購入を検討している車なんです。見てください、このデザインめちゃくちゃいいでしょう。今回の動画、自分からミスティックさんにメールしました。なんと2泊3日動画撮影させていただけることになりました。ありがとうございます。なので案件ではなく購入検討者として感じたメリットデメリットをお伝えしたいと思います。内外装をチェックした後に荷物乗せて実際に運転、いつも使っている車中泊アイテムを使って RV パークと高速道路で車中泊、そして実際にかかる費用の見積もりと現在の納期を直接ミスティックさんにお聞きいたします。もうね、ほんと自分用みたいな動画です。なぜタウンエースベースキャンピングカーに注目したのかと言いますと、現在自分は軽キャンピングカーインディ727に乗っています。子供が生まれたこともあり、親子3人で車中泊に行きたいという気持ちが強くなりました。ただ今乗っているインディ727後部座席が横向きレイアウトなんですね。チャイルドシートが付けられません。なので前向きシートのキャンピングカーを探しておりました。そこで注目したのが軽キャンより中が一回り広く、軽キャンより走りのパワーがあり、カムロードベースのキャブコンより価格が抑えめなライトキャブコンというクラスです。ライトキャブコンはボンゴベースとタウンエースベースですが、ボンゴベースは生産中止になってしまいました。なので現在新車で購入できるライトキャブコンはタウンエースベースのみなんです。これまでもタウンエースベースキャンピングカーの動画出してきました。今回のレジストロアウルは初めてマイチェン後のタウンエースがベース車両になります。いろいろパワーアップしてます。その辺も詳しくお伝えします。内外装編では外装チェックに加え、運転席とタイヤホイールなど足回りのチェック、内装は気になっていたマルチルーム、実用的なサイズか確かめます。一番大事なベッド、展開して完成までのタイム計測、実際に寝てみてサイズも計測してみます。最後に自分が感じたメリットデメリットをお伝えします。まず簡単にスペックをまとめました。乗車定員6名、就寝定員5名、価格488万円税込み、軽キャンピングカーキャブコンタイププラス100万円といった感じでしょうか。これ実際にいくらになるのか気になります。こちらも車中泊終わり車返却するとき直接お聞きしますね。というわけで愛車のインディ727で奈良から山梨県までやってきました。ミスティックさん到着です。これですね、念願のレジストロアウル、早速見ていきます。それではまずは正面から見ていきます。こちらタウンエースベースなんですけど、マイナーチェンジされてます。安全装備がついてます。これが安全装備ですね。これで衝突を軽減します。マイチェン後ライトがかっこよくなったんですね。これ LED になってます。また後でつけてみます。正面の左側にこのアウルっていうロゴが入っています。下に水色のラインが入ってます。上のバンクベッド部分なんですけど、こちらもレジストロアウルロゴ入ってます。そして水色のライン、このバンクベッドの丸窓、後で中から見てみます。タウンエース正面の顔つきが可愛らしいので、なんか全体的にレジストロアウル優しい印象になります。サイドもレジストロアウルのロゴが入ってます。で水色のラインなんですけど、下と上2本入ってます。こちらに収納があります。一度開けてみますね。はい、この鍵を回してこんな感じで結構広いですよね。コンビニのゴミ袋だったら1、2、3個余裕で入ります。そしてアクリル二重窓があって、後ろにマルチスペースの扉があります。開けてみます。この鍵でロックを外して開けます。これで中と外がつながってます。
助手席側反対側のサイドなんですけど、ここも収納があって、これは外部電源ですね。ここに挿して RV パークなどで電源が無限に使えます。で反対側もアクリル二重窓大きめのやつがあります。でサイドオーニングがついていて、これライトついてますね。後ろにもライトあります。これキャンプ場や車中泊で夜中トイレ行く時とかも便利そうです。ドアは後ろの方にあります。こんな感じでドアが完全にロックされます。これ強風の日とかドアバタンで閉まるんで、これはありがたいです。これ網戸になってますんで、夏場とかもすごい風通し良さそうです。そしてステップが出てきます。なんといってもこのボディですよね。国内ではミスティックさんだけのボディバス工法、アルミの枠が中に入っていて、その枠に断熱塗料、そして壁に住宅用の断熱材、強度もあるし断熱もしっかりしています。そしてこのデザイン、所有欲を満たしてくれます。今回この後車中泊旅行きますんで、断熱も体感します。楽しみです。後ろにもレジストラウルのロゴとミスティックさんのロゴがあります。上にアクリル二重窓があります。そしてこのナンバーの1ですよね、上にあるんでテンション上がります。こちらの車両、こんな感じでエアコンついてますんで、室外機がなんと後ろについてます。専用のカバーみたいについてますんで、これもおしゃれで所有欲満たしてくれそうです。それでは透過類ちょっとチェックしておきます。ライトオン。ハイビームいきます。ハザードいきます。ハザードいきます。ブレーキいきます。パックいきます。そして足回りなんですけど、こちらマイナーチェンジ後ホイールがインチアップしてます。これ14インチになってます。こちらリアのタイヤなんですけど、あれミスティックさんのショックアブソーバーが入ってます。でこちらはスタビライザーですね。これは走り楽しみですね。はい、こちらフロントなんですけど、こちらもスタビライザー入ってますね。ミスティックさんはですね、足回りすごいこだわってるんですね。普通キャンピングカー居住性を重視するメーカーさんが多いんですけど、自社のショックアブソーバーやスタビライザー取り扱ってます。こういった軽キャンピングカーでも足回りちゃんと考えられて作られてます。この辺はユーザーにとって本当ありがたいですよね。それでは運転席入っています。入りやすいですね。座ってみて170センチなんですけど、げんこつちょうど2個分ぐらい入ります。今回撮影させていただいているこちらの車両なんですけど、これパネルですね。これはオプションで変わってます。そしてこの D 字型のハンドル、スポーツカーなどでよく採用されているステアリングです。これ下がないんで乗り降りしやすいんですね。そしてすごい小径なのでコーナリングとかもスムーズに曲がれそうです。この車両スロコンもついてますね。なんかすごいスポーティーな雰囲気します。そしてこのタウンエース2020年にマイナーチェンジされて電子スロットになりました。なのでこういったピボットのスロコンや、あとは僕がつけているクルーズコントローラー、こういうのも安くで付けられます。やっぱり自分で買うならこの電子スロットルのモデルがいいです。やっぱりクルコンあると高速道路長距離とかかなり疲労軽減されます。パワーもマイナーチェンジで上がったので、後の試乗が楽しみです。それではいよいよ中に入ってみます。この取っ手とステップがすごい入りやすいですね。靴ももうそのままここに置けますんで、これは乗り降り楽ですね。わあ、ええな。
中で余裕で立てますんで、着替えとかも楽ちんですね。これ1回何センチなんか実寸で測ってみます。はい、これ一番下から上まで約 173.5 ですね。日本人の平均身長170センチぐらいなんでちょうどですね。そしてこの壁ですよね。木目調めちゃくちゃ落ち着きます。この横向きレイアウトめっちゃ使いやすいんですよね。シートベルトもあります。ここに1、2、3で反対側に4人後ろ座れます。こっち側3人、そして奥1人で反対側も1人なんで合計5人がテーブルを囲めます。こちら運転席と居住空間の行き来がこのままできます。これは嬉しいですね。実際に車中泊しているとこれはかなり大事なポイントになると思います。そして窓は網戸シェードに簡単になります。アクリル二重窓なんで結露にも強いですね。こんな感じで空気を入れ替えることが簡単にできます。そしてなんといってもレジストラアウルタウンエスベースなのにマルチスペースがあるんですね。開けてみます。鍵がついていて開けるとこんな感じでトイレのスペースにもできます。照明もついてますね。ここトイレの場合だったら外とつながってますんで処理も簡単にできると思います。これ高さも立てますんでちょっと座ってみます。座ってみても全然膝もげんこつ一つ分空いてます。いやトイレいいな。やっぱり入り口にスイッチパネルがあります。これがメイン LED でマックスファンですね。でシンクで室外と入り口にあったライトがこれでつきます。後で調理しますんで換気性能楽しみです。そしてエアコン家庭用のがついていて電子レンジでここに入り口のところに冷蔵庫あります。そしてテレビもついてます。こちらギャレーなんですけどギャレーの前に大きい窓ありますんでここで料理しても車中飯とかには大丈夫そうです。ギャレーの下にこのタンクがあります。こちらは19リッターのタンクが清水と汚水で2つ入ってます。はい、それでは収納チェックしておきます。まず玄関ですね。ここに靴が1、2、3、4足入ります。そして引き出しが1、2、3個あります。入り口すぐ横にもこういったリモコンとかが置ける収納スペースがあります。これ使い勝手良さそうですね。ソファーの上にも収納があります。これ結構物入りますね。奥行きかなりあります。あとはソファー下にも収納があります。ここもかなりスペースあります。でこちら側もあるんですけど今 FF ヒーター入ってます。で奥の方はバッテリーが入っていましたんでバッテリーの反対側はスペースがかなりあります。ベッドなんですけどこの下のフロアと上のバンクベッドがあります。まずはバンクベッドから展開してみます。
そしてこちらのマットを敷き詰めます。びっくりするぐらい展開早かったですね。ロック外して引っ張って台敷き詰めるんで、本当10秒ぐらいですね。びっくりしました。あ、余裕ですねこれ。足がここぴったしで、げんこつ1個半ぐらいですね。で足これバンクベッドの先が狭くなってないんで、全然開放的です。これ結構狭くなってるやつだったら足が窮屈なんですけど、これは大丈夫ですね。実寸を測っています。この横が約177センチ、そして奥行きが約 180.5 センチですね。さあ次はフロアのベッド展開していきます。これ前に教えてもらって2回目なんですけど、やるの実際にタイム測ってみます。いきます、せーの。はい、49秒でした。めっちゃ速いですね。これだったら寝返りも打てるしいいですね。実際にサイズ測っておきます。まず長さが186センチですね。そしてこの横、この台があって一番狭いところですね。ここが約126センチあります。そして一番広い部分は177センチあります。これだったら下に子供1人、大人2人で、上に大人2人眠れます。だいたいバンクベッドって狭くて窮屈なんですけど、これは大人が2人余裕で寝られます。まさに理想のキャンピングカーですね。欲しいな。はい、今日一日初めてレジストラール触ってみて感じたメリットデメリットなんですけど、まずはデメリットから。こちらのテーブルなんですけど、自分が慣れてないからというのもあるんですけど、ちょっと扱いがなんていうんですかね、コツが分かんないのと、あとはこれちょっとぐらつくんですね。初めてなんでいろいろ車種で使ってみて体感してみます。そして良かったところなんですけど、細部までこだわって実際に使う人のことを考えて作られてます。このフロアのベッド展開もすごい簡単でした。これならベッド展開煩わしい自分でも大丈夫です。でこういったソファーでもこんな感じで長さ書いてるんですね。でここにすっぽり入るようになってます。これすごいですよね。あと家具の立て付けほんとすごいです。もう高級な家買ってぐらいしっかりしてます。トイレスペースがあってエアコンつけれて家族で車中泊できる。あとは走りと壁の断熱性が気になります。走りはマイナーチェンジでパワーアップしたタウンウェイスといえども、やっぱりこれキャブコンなんで上り走るのか、一般道で他の車についていけるのか、あとは高速道路の途半車線ですよね。こんだけ大きいのでちゃんと80キロキープしてくれるのか、途半車線で加速できるのか、その辺も実際に走ってみます。車中泊で確かめたかったのがこの壁の断熱ですね。この壁はミスティックさんだけなのですごく気になってました。今日の夜の車中泊で体感してみます。気になる遮音性も体感するために高速道路サービスエリアで車中泊しています。それでは準備していきます。風がかなり入ってくるんで温度が下がりますね。これで匂いも取れると思います。
今日はこのレジストラアウルで車中泊旅行ってきます。レジストラアウル本当に欲しい車両なので、購入検討者として実際の使い心地体感してきます。気になるのがこのタウンエースの走りと車内の快適性です。車内で一番気になるのがこのボディの断熱と遮音性です。実際に車中泊して体感します。遮音性も体感するため、高速道路サービスエリアでも車中泊します。そして走りですよね。タウンエースマイチェンされてパワーアップしたんですが、キャブコンなので坂は登るのか、一般道交通の流れに乗るのか、あとは高速道路実際に走って上りで速度キープできるのか検証します。楽しみです。それでは愛車軽キャンピングカーインディ727から車中泊アイテムレジストラアウルに移します。今回インディから持っていくアイテムです。こちら側はカメラの撮影アイテムです。ポータブルバッテリー持ってきます。一応これはエコフローのデルタミニです。シュラフと一応布団も持ってきます。この中に洗剤とかティッシュですね。そしてクッカーとか入れてます。こちらはフライパンとか調味料ですね。でゴミ箱とゴミ袋持ってきます。はい、荷物運び終わりました。もうほとんどバンクベッドの方に布団も荷物も置いておきました。これで車内は広々です。それでは今日はギャレー使うんでタンクにお水入れてきます。はい、これで OK ですね。はい、日も暮れて遅くなってしまったんですが、今から出発します。行く場所なんですけど、道の駅と RV パークが一緒になった南清里、こちら行ってみます。多分上り坂もあると思いますんで、少し山の方にありますんで、一般道を走って走りを体感してきます。さあ、まずはですね、ガソリン入れて燃費測ります。その後スーパーも寄ります。これまず今夜なんでライトついてるんですけど、この LED ライトめっちゃ明るいです。そしてタウンエース座席が高いんで視認性はすごいいいですね。でフロントウィンドウもすごい大きいんで、このバックミラーなんですけどキャブコンなんで後ろかなり大きいんですけど、後ろの窓ちゃんと目視できます。これすごいですね。よく考えられてると思います。あ、エネオスありましたね。じゃあこちら入ります。段差今超えたんですけど、ある程度やっぱ衝撃はありますね。でもショックアブソーバー入ってるんで、そこまでガタガタする感じはありませんでした。ではガソリン入れます。タウンエースはここですね。レギュラー満タン166円ですね。はい、 OK ですね。はい、これで明日も同じ方法で満タン入れて燃費測ります。トリップメーターゼロにしておきます。それでは次はスーパーに行って食材買い出しします。これライトなんですけど自動でハイビームに切り替わります。でもタウンエースなんですけどすごいですね。もう乗用車みたいです。はい、到着しました。すぐ近くのスーパーに来ました。これバックカメラもついてますんで、キャブコンで大きいんですけど問題なく駐車できます。やっぱタウンエースベースなんでその辺は楽ですね。はい、到着しました。スーパー荻野です。こんな感じで枠内に駐車できました。反対側はこんな感じですね。線の中に収まってます。初めての駐車だったんで感覚分からなかったんで、後ろまで輪止めまで行かなかったんですけど前も収まりました。こんな感じです。駐車場は全然問題なく駐車できますね。それでは買い物行ってきます。はい、いろいろ買ってきました。
いろいろ買いすぎちゃいました。もう今日は宴を楽しみます。それでは冷蔵庫に入れていきます。はい、全部入れ終わりました。やっぱこんだけあったら余裕ですね。こっちもまだ余裕あります。それではキンキンに冷やして現地でビールいただきます。それでは道の駅南清里 RV パークですね。出発します。今街乗りなんですけど、低速で40キロで走ってます。トルクフルなんでぐんぐん進んでくれます。ここちょっと坂道なんですけど全然問題ないです。今信号止まって先頭なんでちょっと踏んでみます。いきます。せーの。はい、40キロまでそうですね、半分ぐらい踏みました。前回じゃなくて結構加速しますね。これだったら街乗りの加速は全然問題ないと思います。乗り心地なんですけど、こちらショックアブソーバーリア入ってますんで、かなりショックは和らげてくれます。なんか乗用車に近いですね。やっぱり足回りはいじった方が絶対いいですね。では街乗りのコーナリング行きます。右折今20キロでしてます。やっぱりロールはありますね。ただそこまでめちゃくちゃ傾くっていう感じがなかったんで許容範囲かなと思います。やっぱりキャブコンなんで普通車のようには曲がりません。しっかり速度を落として曲がっていく感じになります。止まります。はい、今きつめにブレーキ踏んだんですけど、やっぱり重量があるのでちょっと効きは悪かったです。街乗りでもしっかり車間距離は空けた方が絶対いいと思います。ちょっとコンビニ寄ります。やっぱりですね、コンビニのショックとか結構揺れるんで、これ足回りも強化しているんでノーマルだったらもっと揺れると思います。なので絶対足回り強化した方がいいと思います。それでは先を急ぎます。なんかこうやってふと見る瞬間すごいやっぱかっこいいですね。なんかこのカラーローソンとめっちゃ合ってますね。今日はほんと寒いんで夜中かなり冷えそうです。山道に入ってきました。ここ一般道なんですけど登坂車線あります。この左のとこですね。左行きます。これでちょっと今ベタ踏みで踏んでます。ベタ踏みで50キロで速度が上がっていってます。制限速度が50キロですね。そうですね、制限速度は全然問題なくいけますね。登坂車線終わりました。かなり上りきつかったんで、これ50キロでそこから加速しても少しずつ速度上がってきたんで、これがいけるということは多分どんな山道でも制限速度は問題なく出ると思います。はい、ここですね。RV パーク南清里書いてます。道の駅も。うわ、すごい。誰もいてない。これ、すごいな。RV パーク、コーン立ってるって言ってたんですけど、どれかな。これですね。ここですね、RV パーク。はい、到着しました。うわ、すごい真っ暗。到着しました。もう何もありません。なんかこっち川の音聞こえるんで
川ありそうですね。もう夜なんで明日の朝にならないと分かんないですね。ただちょっとカメラでは映らないと思うんですけど、星がめちゃくちゃ綺麗です。向こうの方に道の駅ありますね。めちゃくちゃ寒いんで車内入ります。RV パーク電話で予約した時にスタッフの方が RV パークの方は今街灯がないので真っ暗ですって言ってましたが、本当に真っ暗です。でもこういうところの朝ってめっちゃ綺麗なんですよね。明日の朝が楽しみです。ここの道の駅めちゃくちゃ広かったです。駐車場他にもいくつかありました。そしてこの入り口のとこですね、ここの横に RV パークの外部電源ありました。でもまだバッテリーもあるしポータブルバッテリーも持ってきたんで、一度このまま行ってみます。電源が足りなくなったら外部電源入力します。外に温度計を置きました。で外の温度が今7度です。どんどん下がってきてます。で中は 14.7 度。これ結構差ありますよね。で今日は FF ヒーター夜中つけるんですけど、寝るときは消そうと思います。そして消して朝方何度なってるか調べます。ちょっと寒いんで FF ヒーターつけます。FF ヒーターここの上とここですね、下からも出てます。これは嬉しいですね。この上の方は直接上半身に当たって、下は足元があったかいです。ギネスビールのお供に今日は贅沢にこのアワビ2回買ってきました。これ山梨県の名物だそうです。結構高かったんですけど、今日は奮発して山梨県の名産品をたくさん買ってきました。大きいアワビが一つ入ってます。すごいですね。これはテンション上がります。で汁が結構ありますんで、これなんか汁も美味しそうですよね。で捨てるのもったいないんで、明日の朝ご飯作りますんでだしにします。うわ、すっごい美味しそうですね。肉厚すごいです。後ろは肝もついてますね。これも美味しそうです。でカットしていきます。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。
で今日はですね、ギネス以外に恵比寿の黒ビールプレミアムブラック買ってみました。次は2杯目、こちらいただきます。あ、やばいあ、いきました。表面張力。今日はですね、山梨の名産品まだあります。一番楽しみにしていた甲州ワインビーフステーキです。それでは中火で加熱していきます。これアルミホイルで蓋してますんで、油とか飛び散らないと思うんですけど、匂いが少し出るかもしれないんで、このマックスファンですね、こちら回してみます。ファンのスイッチ押します。そして天井を開けてファンを回します。この後ろから空気取り込みます。これでステーキの匂いなくなるか検証してみます。かなり香ばしい匂いしてます。美味しそうです。じゃあちょっと余熱で火通していきます。やっぱりマックスファンを回してると風がかなり入ってくるんで温度が下がりますね。少しひんやりします。でも FF ヒーターつけてたら下から暖かい空気出ますんで、温泉入ってみたいです。ごちそうさまでした。いや、めちゃくちゃ美味しかったです。それでは洗い物していきます。フライパンの方はアルミホイル使ったんで全く汚れてません。これまな板とコップですね、この2つ洗っていきます。いつもは洗剤とスポンジで洗っているんですけど、今日はこの泡スプレー使っています。こちらこの泡でこんな感じでシュッシュして
でしばらく放置して水で流したら簡単に落ちるそうです。その後にもう一回洗ってきれいにします。はい、それでは1分放置したんで水で流していきます。これ動きますね。こんな感じで、これは便利ですね。じゃあもう一回泡で洗って乾かします。これで匂いも取れると思います。綺麗になりました。これギャレ洗ってみた感想なんですけど、結構広いんですねこれ。なので洗いも普通にできます。これは車中飯する人はありがたいですね。まだ眠くないんでもう少しくつろぎます。テレビあるんでテレビ見てみます。ここにインバータースイッチあります。でこれで AC コンセントを使えるようになります。あそこに刺さってます。じゃあスイッチオン。表示されました。地上デジタル受信ができません。ちょっと見れないんですかね。これなんか受信強度確認できるみたいなんで確認してみます。なんかダメですね。ちょっと5分ぐらい頑張ってみたんですけど映りません。せーの。タウンエースベースキャンピングカーレジストラオールで車中泊します。この車、家族で車中泊できるキャンピングカーとしてとても気になっております。でもキャンピングカーって実際に使ってみないとわからない不満などありますよね。自分は特に走りとボディの断熱と遮音がとても気になります。今回は氷点下で寝てみて断熱を体感、車中飯も作り快適性を確かめます。そして山道を走り上りの走行性能を確かめ燃費も測ります。最後に実際に車中泊してみて感じたメリットデメリットをメーカーさんへの忖度はなしでお伝えします。リアルな使用感を動画にしたかったので長くなってしまいました。よかったらお酒飲みながらご飯食べながら新年一発目の車中泊動画楽しんでいただけたら嬉しいです。それではタウンエースベースキャンピングカー興味ある方ぜひ最後までチェックよろしくお願いします。はい、今気温がですね、なんと外が氷点下ですね。マイナス 0.7 度で、中が今 F ヒーターつけてるんで 20.6 度、20度差あります。ちょっと外どんな感じなんでしょう。見てみます。うわ、めちゃくちゃ寒いです。駐車場はもう誰もいません。これ一回電気消してみますね。何も見えません。でも星は綺麗ですね。ちょっとカメラでは映らないと思いますけど、明日の朝楽しみですね。どんな景色なんでしょうか。それでは車内戻ります。やっぱり山梨県って標高高いんですね。関西とは段違いで寒いです。でまた温度下がってますね。マイナス 0.8 度、中が 21.4 度。これまだまだ下がりそうですね。それでは寝る準備していきます。
それでは寝ます。今回はこの下のフロアでベッド展開して寝ます。でこのフロアのベッド展開は3回目になりますんで、かなり早くできると思います。タイム測ってみます。はい、時間が56秒でした。前回2回目やった時が49秒だったんで、だいたい一緒ぐらいですね。1分以内ぐらいにベッド展開可能という感じになりました。寝るときは AF ヒーター切っときます。これで明日の朝温度調べて断熱性を検証します。今がですね、外がマイナス 1.3 度、中が 22.1 度ですね。いやー、しかしこの山小屋感めちゃくちゃ落ち着きます。これはぐっすり眠れそうです。外は真っ暗なんですけど、中は全然怖くないんですね。それでは寝ます。おはようございます。ただいまの気温が外がマイナス 0.6 度、中が 6.4 度です。ちょっと寒かったんですけど、しっかり眠ることができました。もうベッドが広いんで家より快適でした。これは一人使いだったら贅沢ですね。あとはこのテーブルですね。これをはめてこれで完了です。このソファーかなり柔らかくて寝心地が良かったです。で今日はですね、サービスエリアで車中泊しますんで、こっちのバンクベッドで寝てみたいと思います。かなり広いのでこちらも楽しみです。それでは朝ごはんの準備していきます。で今日はですね、昨日の晩残ったアワビの煮貝の汁ですね、こちらでご飯炊いていきます。今回無洗米持ってくるの忘れてスーパーで普通のお米買いました。でギャレーで少し洗ってこの中に入れます。家から持ってきたお水で最後は洗います。アワビの煮貝の汁に入れていきます。すごい甘い匂いします。お米 1.5 合でちょうどぐらいになりました。これかなり美味しそうですね。はい、それでは電源入れて炊いていきます。ポータブル電源はエコフロのデルタミニです。デルタミニ残量機能を一晩使って残り 70% ですね。まだまだ大丈夫ですね。で今消費電力は 287W 出てます。それではご飯が炊けるまで RV パーク散歩します。ここが RV パーク南清里です。このコーン立ってるところが RV パークですね。でこっち側は道の駅になります。で奥の方にも広い駐車場がありました。昨日の夜は鳴ってなかったんですけど、なんか朝からずっとここで音楽が流れてます。昨日出たゴミ、レジストラールのサイドの収納にしまってきます。やっぱりゴミは車内に置いとくと匂いしますんで、こういった外の収納やマルチスペースとか
あったら本当助かります。で RV パークの方に電源も使えるようにしていただいたんで、もうあまり時間ないんですけど軽く充電してみます。で中のバッテリーの表示パネルが今 13.9V になりました。さっき挿すまでは 12V ぐらいでした。電圧が上がってます。向こうに道の駅のお店あるみたいなんでちょっと行ってみます。道の駅南清里のマップありました。なんかドッグランとかですね、あとはケーブルカーがありますね。うわーすごい、あれですね、これがケーブルカーですね。道の駅の中にこんなんあんのすごいですね。じゃあちょっとお店の方入ってみます。アルコールですね。はい、いろいろ買ってきました。家族のお土産も買ってきました。それでは車の中戻って朝ごはんいただきます。昨日ステーキした匂いは全然しないですね。やっぱりマックスファン回していたんでかなり効果あるようです。車中飯する方はマックスファン絶対あった方がいいですね。高速道路サービスエリアで来る途中に買ったこの信州スモークサーモン、それとこれ名物ですよね、長野県の野沢菜いただきます。はい、いただきます。はい、ごちそうさまでした。いや、めちゃくちゃ美味しかったです。ご飯もですね、いちごあったんですけどペロッと食べちゃいました。やっぱ信州とか山梨はご飯が美味しいですね。それでは片付けます。はい、片付けました。もうこれで走行できる状態です。で今日また時間ありますんで、気になっていたこれ一般道ワインディングですね、このレジス R で走ってみます。でこの辺が八ヶ岳、すごい有名な高い山ですね。いっぱいあるみたいなんで走ってきます。ここに赤岳ですね、すごい大きい山あります。でこの辺ワインディングロードあるみたいなんでとりあえず行ってみます。もうこのぐらいの山走れたらどんなとこでも走れますよね。楽しみです。そして持ってきたエコフローのデルタミニの残りが 27% になりました。また電気で調理したいんでこれ走行充電します。はい、でここに後ろを挿して、こっち側は車のシガーソケットから充電します。でケーブル長さ足りなかったんでここに置いときます。
運転席の後ろとソファーの間が結構スペースありますんで、こんな感じでポータブルバッテリー置いたりできます。あとは細い8リッターの車載冷蔵庫ですね。こういうのも運転席の後ろ置いとけばすぐに飲み物とか取れそうです。外部充電入力してましたんで、今が 14.1V ですね。でこれで1回抜いています。はい、ありがとうございました。外部電源抜いたら電圧が 13.3V に下がりました。ではこれで行ってきます。一晩経って久々に車を運転するとなんか軽っていう感じがまたしました。やっぱりトルクありますね。こんだけ大きいシェル乗ってると思えないです。乗用車のようにぐんぐん進んでくれます。この後ワインディングなんで、そこでどのぐらい走ってくれるのか楽しみです。看板に 1300m とありました。めちゃくちゃ高いですね。結構アップダウンが激しくて今上りなんですけど、上りになるとギアが下がってエンジン回転数上がります。そして力強く上っていきます。失速したらアクセルを強く踏めばまた速度が戻っていきます。標高 1420m です。で今ですね、ずっと下りが続いてるんですけど、ブレーキがやっぱり速度出ると怖いですね。なので早めにブレーキングしていった方がいいですね。この辺はキャブコン全般に言えることだと思います。いやー、しかしぐんぐん登っていってくれるな。これもしインディとか軽キャンだったらですね、もう全然速度出てないと思います。やっぱりですね、こういった坂道、ワインディングなどを気持ちよく走るにはタウンエースクラス必要ですね。しかもこのレジストラ R はマイナーチェンジしてパワーアップされたタウンエースがベースなんで、さらにトルクフルに登ってくれます。いやー、この車両欲しいな。ここですね、右曲がったら展望台があるみたいな、ないですね。ここもやっぱり閉まってますね。やっぱりあれなんですかね、冬季は閉鎖されてるんですかね。しょうがないですね。こんな高原に道の駅あるんですね。標高 1000m とかですよね。すごいですね。どんな場所か楽しみです。はい、到着しました。道の駅小淵沢到着しました。いや、すごい空気がひんやりします。これ今アプリで標高見たら 993m です。すごいですね。道の駅 1000m の道の駅です。今ちょっと一周してきたんですけど、向こうに温泉があったり、あとは RV パークもありました。かなり車中泊向きなスポットですね。それでは道の駅で少し買い物して車内でお昼ご飯いただきます。吉田のうどん、山梨県富士吉田の郷土料理。
ほうとうが結構有名だと思うんですけど、この吉田うどん光丹で買ってきました。もうこれは汁も入ったタイプですね。これ入れて温めるだけです。めっちゃ簡単です。ポータブルバッテリーなんですけど 35% に少し増えました。これで温めていきます。いただきます。はい、ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。関西人も納得のうどんですね。これは塩分控えようと思ってたんですけど、全部飲んじゃいました。はい、それではきれいにして来た道ですね、戻って最後燃費測りたいと思います。ポータブル電源が現在 28% ですね。今日の夜また使いたいんでシガーソケットで走行充電して帰ります。それでは来た道また戻って最後ミスティック双葉店行きます。そこでガソリン給油します。ここですね。行きと同じガソリンスタンドです。それではここで給油していきます。レギュラー満タン166円ですね。はい、満タン入りました。では場所を変えて燃費計算します。はい、近くのスーパー到着しました。今日の夜の買い出しになりますんで、ついでにここで燃費計算して最後に車中泊で感じたメリットデメリットお伝えします。で、燃費計算していきたいんですけど、ここでですねちょっと自分やってしまいました。よく考えたら FF ヒーターってガソリン消費するんですね。だいたい一晩で2リッターぐらいガソリン消費します。なので純粋に燃費がわからなくなってしまいました。今回はもうしょうがないので参考程度に見てもらいたいなと思います。とりあえず FF ヒーター使って1泊2日の車中泊行った時の燃費みたいな感じで見てくれたら嬉しいです。その後一応2リッター引いて計算してみます。まずは FF ヒーター込みのガソリンの燃費を測ります。走行距離 102.5 キロ割る入ったガソリンが 12.84 リッターですね。でこれで計算すると 7.98 約1リッターあたり 7.98 キロメートル走る計算になります。ほぼリッター8ですね。それでは次は FF ヒーター一晩つけた2リッターを引いたガソリンで計算してみます。入ったガソリンが 12.84 なんで、そこから2リッター引きます。なので 10.84 で割れます。 10.84 で計算すると 9.45 ですね。軽キャンピングカーとか比べるとかなり燃費悪いですけど、普通のキャブコンですね、大きいやつに比べると燃費はいいと思います。で今回 FF ヒーターもつけてしまったんで、今日ですね高速道路の燃費測りますんで、その時はもう FF ヒーターつけずに燃費測りたいと思います。それではレジストロアウル初めて車中泊してみて感じたメリットデメリットなんですけど、まずはデメリットからいきます。これ YouTuber だからかもしれないんですけど、ちょっとこの辺が暗いんですね。でこっち側はスポットライトがあるので明るいです。でこれが撮影の時照明欲しいなと思いました。でこれ YouTube 以外にでも例えばパソコン作業する時とかテーブルとか少し暗いなとは思いました。
でこれ多分暗く感じるのは自分がおっさんになって目が少し悪くなったからっていうのもあると思います。あとは茶色が結構ありますんで、光の跳ね返りっていうんですかね、それが少ないと思います。普段ゆっくりしている時とか休憩している時はこのぐらいが一番いいと思います。ちょっと細かいんですけど、あえて個人的な感想として言わせていただきました。で次ですが、これ最初も思ったんですけど、やっぱりテーブルぐらつくんですね。でもちょっと鍋とか重いものはやっぱりやめた方がいいですね。で調理はできればこっちでして、これは軽く使う方がいいかなと思いました。これやっぱりぐらつくんですね。でこれはしょうがないと思いますが、あえてデメリットとして言わせていただきました。そして次がこのベッド転換ですね。ここをロック外して引くんですけど、こうですね。この引くやつがね結構難しくて、左右均等に引かないとダメなんでコツがありました。3回やったんですけど3回ともうまくはいきませんでした。ベッド転換スムーズにするには練習が必要のようです。そして次メリットなんですけど、このギャレーなんですけど、すごいコンパクトなんですけど洗い物もできてめっちゃ良かったです。で高さですね、あとすごいやりやすかったです。次も車中飯寄りのメリットなんですけど、この台がやっぱり3つあるのがすごい良かったですね。ここでご飯炊いて、こっちでシャキ焼いたりとかしてたんで、そんな感じで台がいっぱいあればやっぱり車中飯する方はかなり便利だと思います。次なんですけど、立て付けがすごいいいんですね。細部までしっかり作られてます。こういった湾曲のところですね、こんなんも綺麗に作られてます。すごい気持ちいいですね。ビルダーさんの腕のレベルが高いんだと思います。そして次はこの山小屋感ですね。この壁初めて車中泊してみたんですけど、すごい良かったです。泊まったところが真っ暗で結構怖かったんですけど、この中入るともう全然怖くなかったです。本当リゾート気分を味わいました。そしてこの断熱ですね。今回氷点下車中泊だったんですけど、中は7度ぐらいでしっかり断熱効果ありました。あと夜中に FF ヒーターつけて切ってから1時間ぐらい放置してもずっとあったかいんですね。なんで断熱効果はかなり高いと思います。あともう一個気になるのがこの壁の遮音性ですよね。外の音がどのぐらい聞こえるか。今回泊まったとこはめちゃくちゃ静かだったんで、今日ですね高速道路で車中泊しますんで、そこは結構うるさいと思いますんで、どのぐらい音が聞こえるか体感してみたいと思います。楽しみです。それでは走りに関して個人的に感じたメリットデメリットをお伝えします。まずはデメリットなんですけど、バックカメラないと後ろ見えないんですね。ルームミラーから見える後ろの窓が上の方しか見えないんで、下の方が見えないんですね。なので背の低い車だったら後ろいるの分かりません。バックカメラモニターは必須だと感じました。はい、次も視覚なんですけど、この左後方ですね、この辺の視覚がめちゃくちゃ見にくかったです。なのでこれもなんか対処した方が絶対いいと思います。走りに関してはロールが大きいので急カーブはかなり速度を落とさないと曲がれません。これはレジストロ R というかキャブコン全般に言えることだと思います。今回山道走っていてこのぐらい速度を落としたらいけるかなと思ったら、まだまだ落とさないと曲がりにくい場面がありました。次は一般道を走ってみてのメリットなんですけど、まずはこの駐車場ですね。かなり小回り利きますんで、こういったスーパーの駐車場、あとはコンビニとか全然問題ないです。これは普段使いもできるんで嬉しいですね。一般道を走ってみて、このトルクフルの走りですね、交通の流れ問題なくついていきました。ターンエースマイナーチェンジされてさらにパワーアップしてますんで全然問題ありませんでした。今回は一般道以外にワインディング山道も走りましたが、普通車についていける速度で走っていきました。コーナリングだけですね、気をつけたいのは。パワーは問題ありませんでした。マイチェン後のタウンエースキャンピングカーかなり好感触でした。いや本当欲しくなりました。問題は高速道路の途半車線ですね。今回山道は問題なく走ってくれたんですけど、高い速度域でちゃんと速度をキープできるのか、
またきつい上り坂で加速をしてくれるのか、今から高速道路行って車中していきます。で走行チェックしてきますんで、これも問題なかったらかなり使えるキャンピングカーですね。それでは行ってきます。今山梨県のセブンイレブン甲斐長塚店にいます。今からこのタウンエースベースキャンピングカーレジストラアウルで高速道路サービスエリア車中泊します。昨日 RV パークで車中泊してめちゃくちゃ良かったんですけど、どうしても気になるのが走りの面、高速道路の上り速度キープできるのか、中の快適性で大事なボディの遮音性、周りがうるさい場所でも中は快適なのか、今から身をもって体感します。スーパーとコンビニで食材買ってきました。もう冷蔵庫に入れてます。今日はこのバンクベッドで寝ています。暖房は FF ヒーターでなくエアコンの暖房を使っています。家庭用のエアコンがついてます。どのぐらい持つんでしょうか、楽しみです。今ここです。山梨県なんですけど、この長野県に諏訪湖があるんですね。ここに明日行きたいので、この途中の諏訪湖サービスエリアで車中泊します。そして帰りも高速道路を使って燃費測ってみます。諏訪湖サービスエリアまで直線なんですけど、鬼のように坂があるそうです。愛車の軽キャンだったらしんどいと思います。タウンエースどのぐらい走るのか楽しみです。はい、それでは安全運転で行ってきます。では高速道路燃費測りますんで、一旦ガソリンセルフで満タン入れます。はい、 OK ですね。満タンになりました。それではトリップメーターリセットします。これで距離も測っていきます。まずは高速に乗ります。はい、じゃあ合流行きます。はい、加速してます。はい、80キロに達しました。今めちゃくちゃ強く踏み込んだらシフトダウンしてかなり加速しました。運転席の後ろに背中が押されるような加速感はありました。全然問題ないですね。スムーズに合流できました。今途半車線に入りました。で今70キロで走行してます。1回踏み込んでいます。はい、すぐ80キロに加速できました。なので途半車線のあるきつい上り坂でも踏み込めば加速してくれます。多分これで100キロぐらいまで問題なく出ると思います。はい、到着しました。ここが小型乗車の駐車枠なんですけど、綺麗に収まりました。そして前がですね、この大型の駐車場になります。結構エンジンつけてますんで、あえてこっちに止めました。そうすることにより遮音性が体感できると思います。そしてこっち諏訪湖側めちゃくちゃ綺麗です。これは明日の朝めっちゃ楽しみです。でこのサービスエリア温泉ありますんで、温泉が10時までなんですね。で今9時過ぎなんで間もなく閉まっちゃいますんで、さっき温泉入って体温まります。ありました。ハイウェイ温泉諏訪湖、高速道路に温泉あんのめっちゃ最高ですね。入ってきます。
なんか Google マップには10時までって書いていたんですけど、9時半までの営業だったようです。しょうがないですね。車内でご飯食べます。今バッテリーの電圧が 13V です。残量が3分の1ぐらいのところにメーターがあります。これで一度暖房をつけてみます。今の気温は室内が 11.6 度です。で、外に設置している温度計なんと 2.4 度。やっぱ寒いですね。ここの高度がなんと818メーターですね。かなり高いですね。夜中もっと冷えると思います。ここにインバータスイッチがあります。はい、これで AC コンセント使えます。電源入りました。暖房で弱で設定しておきます。22度にしておきます。約 1050W 消費されてます。かなり高いですね。で、ここの電池残量がバッテリー残量がメモリ2つです。これ早く切れそうですね。もうめちゃくちゃあったかい風来てます。もうこれは家と変わんないですね。ただですね、まだ5分以上経ってもずっと 1000W 以上消費されてます。で、電池残量がメモリ1つになりました。これやばいですね。ちょっともう切ります。じゃないとサブバッテリーの残量を全部使ってしまって照明使えなくなったら嫌なんで切ります。はい、切っておきました。これはやっぱり外部電源入力してる時の方がいいですね。アルミパークだけですね。レジストロアウルのサブバッテリーは鉛バッテリーが2つ搭載されてます。リチウムバッテリーとかに変更すると電気もっと使えると思います。そして周りの音なんですけど少し聞こえます。横にトラックがいるんですけど、そのエンジン音が車内に軽く響き渡ってます。やっぱりこのクラスのキャブコンでも完全に音を遮断するのは難しいようです。こっち後ろの窓なんですけど、その後ろのすぐ近くにエンジンかけたトラックが今休んでます。一回開けてみて、このアプリで騒音を調べます。はい、68デシベルですね。はい、それではこのまま閉めてみます。はい、53デシベルですね。かなり軽減されてます。自分だったら問題なく眠れると思います。で、今ですね、本来は前の方、道路を当たって前にトラックがいてるんですけど、で、ここ小型車なんですね。小型車のところにトラックがエンジンをつけて休まれてます。なので隣にいる感じですね。で、隣になるとやっぱり結構中に入ってきますね、音は。今日はこの状態でバンクベッドで寝てみて遮音性を体感してみます。かなり寒いんで道の駅で買ったこのほうとうをいただきます。山梨の名物ですね。冷蔵庫に野菜買って入れてきました。お水は 300cc。 そしてこれ麺すごいですね。すごい平べったい。これは楽しみです。ポータブル電源は残量 47% です。走行充電していたんでかなり増えました。消費電力は 450W です。今外の気温さらに下がりましたね。マイナス 0.8 度、もう氷点下になりました。中は 10.7 度です。今回野菜なんですけど、もう鍋用の野菜買ってきました。
屋が少し暖かくなってきました。室内の温度 11.2 度、ちょっと上がりましたね。外はマイナス 1.1 度、さらに下がりました。いただきます。はい、ごちそうさまでした。汁も全部食べちゃいました。いやー、温まりました。冬の車中泊に鍋物いいですね。ポータブル電源の残量は 25% になりました。明日の朝ですね、また IH 使って調理します。なんとか持ってくれたらいいんですけどね。それでは片付けるんですけど、この IH 対応のアルミ箔鍋めちゃくちゃ便利ですね。もう使い捨てなんでこれ捨てたら大丈夫です。鍋って意外と焦げついたりするんで洗うのめんどくさいんですよね。あとはもうこれだけですね。割り箸も捨てるんで、コップとこのスプーンだけ洗えば大丈夫ですね。今そんなに車内匂い残ってないんですけど、一応マックスファン回して換気しておきます。はい、綺麗になりました。マックスファン回してからやっぱりすごい寒くなりました。 FF ヒーターつけたいんですけど、つけると今高速道路の燃費測ってますんで我慢します。もし夜中どうしても寒くて寝られへんなったらつけます。さあ、それではもう着替えて寝ます。今日はね、バンクベッドなんですごい楽しみにしてました。で、荷物ありますんでもう下に下ろしちゃってベッド展開します。はい、寝床完成しました。こんな感じで、これ布団セットなんですけど、まだ横全然余ってます。すごいですね。で、高さもある程度あるんであんまり圧迫感はなさそうです。それでは眠ります。いやー、いいですね。これ子供とか喜びそうですね。実際寝てみると思ったより圧迫感はないんですね。これもうちょっと低かったら圧迫感ありそうです。絶妙ですね。今の温度が外がマイナス 2.8 度。わー、すごいな。で、中が 8.7 度ですね。やっぱり断熱だいぶ効いてますね。それでは寝ます。はい、じゃあおやすみなさい。あ、しまった。電気下やった。最悪や。これちょっと今降りて気づいたんですけど、ここに押したら消えるスイッチありました。なのでこれもう下降りずにそのまま消せますね。ぐっすり眠れそうです。今ですね、もうほんと真横にトラックが来ました。で、エンジンつけてますんで、今結構聞こえますね、隣だったら。まあ自分だったらこのぐらい大丈夫です。それでは眠ります。おやすみなさい。
はい、ありがとうございます。結露で何も見えないですね。現在気温が外がマイナス 3.1 度、中が一定のことです。この中はかなりぬくいんですけど、この肩からですね、空気が入ってきてちょっと冷えました。はい、収納はこんな感じで、もう一瞬でできました。今、諏訪湖サービスエリアです。で、ここの諏訪湖の湖畔沿いに無料駐車場が結構ありましたんで、一度高速道路降りてからそこに行きます。で、ここでお昼ご飯食べて、でまた高速道路乗ってミスティックさんへ向かいます。はい、それでは安全運転で行ってきます。はい、到着しました。なんか無数に湖畔沿いに駐車場ありました。いいですね、この辺。羨ましいです。お昼ご飯なんですけど、これサービスエリアで買ったんですけど、甲州桜島ポーク、山梨県で作られているそうです。なんか美味しそうやったね、買ってみました。そして南清里の道の駅で買った八ヶ岳フランク、めっちゃ長いですよね。美味しそうなんで買ってしまいました。いただきます。ポータブル電源残量は 22% ですね。もうあんまりないですね。ちょっと長時間使えないと思いますんで、もうアルミホイルなしで直接フライパンで焼いていきます。かなりいい匂いします。一応マックスファン回しておきます。屋根開けて、でここでスイッチで中の空気を出すようにします。で空気はここから取り入れて、で上に出るようにします。かなり空気入ってきてます。いただきます。ではまずウインナーから。うん。
ごちそうさまでした。いや、めちゃくちゃ美味しかったです。量多かったんですけど、全部食べちゃいました。ポータブルバッテリーは 9% です。もうギリギリでしたね。フライパンはちょっと冷めるのもあって、ウェットティッシュで拭いて洗います。綺麗になりました。それでは諏訪湖ちょっと散歩してから高速道路また乗って最後燃費計算します。で、最後に高速道路車着してみて、高速道路走行してみて感じたメリットデメリットをお伝えします。うわー、めちゃくちゃ綺麗。湖畔沿い駐車場、めっちゃ綺麗ですね。レジストラアウル2日間運転してちょっと慣れてきたんで、今回は輪止めギリギリまで駐車しました。そうするとこんな感じで前は全然はみ出しません。こういった感じで普段使いでも普通の駐車場どこでも駐車できます。高さだけ注意すれば大丈夫ですね。山梨県や長野県って本当こういう場所が多くて、キャンピングカーライフにはもってこいですね。羨ましいです。この諏訪湖の南側ですかね、あっこに赤岳が見えます。めちゃくちゃ綺麗ですね。最高です。ちょっとせっかくなんで諏訪湖バックにジャンプしておきます。せーの、はあ、はい、それでは高速道路入ります。ここからほぼ下りだったんで、のんびりドライブしていきます。うわ、最後めちゃくちゃ綺麗な富士山が出迎えてくれてます。本当山梨県の道路綺麗ですよね。周りが高い山ばっかしなんで、観光気分でドライブができます。はい、それでは一般道入りましたんで、最後にガソリン満タンして燃費測ります。行きと同じガソリンスタンドです。はい、満タンになりました。では場所を移して燃費計算します。走行距離164キロ割る入ったガソリンが 18.34、 燃費出ました。1リッターあたり 8.94 キロ走る計算になります。で、今回なんですけど、下道が1割も走れないと思います。ほとんど高速道路になります。行きはずっと上り、そして帰りは下りでした。今回ですね、風が結構強かったんで、その点で燃費が伸びにくかったかもしれません。初めてレジストラアウルで高速燃費だったんで、平均が分かんないんで、一応事実としてこれをお伝えしたいと思います。今回高速道路初めて車着してみて、自分が感じたメリットデメリットなんですけど、高速道路の走りについてお伝えする前に、このバンクベッドに寝てみて良かった点悪かった点ありましたんで、まずそちらをお伝えします。良かった点なんですけど、このバンクベッド本当に使えます。よくキャンピングカーのバンクベッドあると言っても、実際に寝たら窮屈ってあると思うんですけど、これは大人が寝ても大丈夫です。そしてデメリットなんですけど、もうこのクラスのキャンピングカーになってくると間違いない1台なんですけど、あえて言わさせていただきます。この壁の結露についてです。これ中にフレームが入ってるんですけど、アルミのそこに結露がします。なんでこんな感じでボーンところですね、ここはやーって線で寝れる感じになります。下のフロアで寝るときは大丈夫なんですけど、このバンクベッドで寝るとき、この辺のフレームとこの辺のフレームですね、結露していたんで、少し布団とかだったら端にあると濡れちゃうと思います。次はエアコンの暖房なんですけど、鉛バッテリー2個じゃ全然足りませんでした。リチウムバッテリーにするか、あとはやっぱ RV パーク外部電源が必要と感じました。左右の窓が少し低いかなと思いました。今日お昼ご飯諏訪湖で食べた時にすごい景色良かって見ながら食べたんですけど、後ろの窓は
すごい高くて、そのまま諏訪湖が見えました。でこっちから見るときは少しこうやってかがんでからこう見ないと見えない感じでした。こうやって覗き込んでくるよっていう話なんですけど、やっぱりこのままなんかゆっくりしながら景色見れたらいいなと思いました。小さいお子さんや小柄な女性ならそのままこっち側で景色見れると思います。走りに関して感じたことなんですけど、まずは良かった点ですね。パワー面問題ないです。追い越し車線をブンブン走るのは怖いけど、普通に制限速度で巡航は大丈夫です。坂道も問題ないです。ただエンジンはうなってうるさくなります。そして感じたデメリットなんですけど、風多少煽られます。キャンピングカーのこれキャブコンなんで、やっぱりそれはもうしょうがないかなと思います。よくキャンピングカー乗っていって高速道路で強風の時一車線横に飛ばされたって聞きますけど、そこまではないと思います。多少という感じでした。もう一つ感じたデメリットなんですけど、やっぱりコーナリング時ですね。高速道路のジャンクションとかすごいロールがあります。なのでしっかり速度を落とさないと危ないなと思いました。これは本当キャブコン全般に言える話だと思います。そして最後、自分的にはありかなしか言いますとありです。ただですね、やっぱり車重が重いので坂道ではアクセルを目いっぱい踏んだり離したり、いろいろそういうコントロールがありますんで、クルコンは絶対欲しいですね。でこちらのタウンエースマイナーチェンジしてますんで、社外品のクルコンが安くつけられます。なので絶対購入される方はつけた方がいいと思います。ライトキャブコンだったら間違いなくおすすめできる車両だと思いました。いや欲しいですね。それでは今からミスティックさんにレジスタル R を返却します。その時ですね、見積もりしてもらいたいと思います。自分が欲しいオプションもつけた見積もりもしてもらいます。そして今の納期を直接聞いてみたいと思います。すみません、佐藤さんありがとうございました。ありがとうございました。今回ですね、はい、見積もりをいただきたいんですけど、はい、何もない一番安い状態と、はい、あと僕が欲しいなと思ったオプションつけた見積もりいただいてよろしいですかね。もちろん。はい、じゃあお願いします。今現在納期ってどのぐらいですか？本当に申し訳ないんですけど、はい、ですね、2年9ヶ月程度ちょっと、全然ね皆さんのご期待に応えられてないと思うんですけど、一応その期間をお話しして、はい、でそこから先できる限り早めに収めるように努力しております。なるほど。結構やっぱり人気で今注文が多いんですね。そう本当にありがたいことですけどね。はい、また今度レジストラとかヒップホップ B とかね、また乗させてください。ぜひ乗ってみてください。はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。うわ、人見てる。暑いな。ちょっと後ろ向いとこう。